皆さんこんにちは。シェア旅のアンチョビです。今日はなんと BMW の試乗会にやってきております。この試乗会イベントでは BMW のモトラトが今搭載している ASA という技術を広くしてもらおうという機会になっているそうで、この ASA っていうシステム何かと言いますと、オートメイティッドシフトアシスタントの省略で ASA です。これは実はシフトレバーがなかったり、あとマニュアルとオートマを切り替えることができる、そういったシステムになるみたいです。私も最近大型のバイクの免許を取ってクイックシフターのバイクに一度 BMW の R1290 で乗らせてもらう機会があったんですけど、なかなかその時はシフトレバーがついていたので、あんまり使うこともなく通常通りシフトで上げたり下げたりをしてシフトチェンジをしてたんですけど、ちょっと今回はそもそもシフトレバーがないバイクということで、私にとっては本当に初めての機会になるので、試乗をねぜひさせてもらおうかなと思っています。今回試乗したのは R1300 シリーズ。左が R1300GS、 右側が R1300 の RS です。ここ左ハンドルなんですけど、シフトレバーがないんですね。このシフトがないっていうのプラス、このボタン、この DM と書いてるこのボタンを押すことで、このバイクをマニュアル操作かオートマの操作か切り替えることができるみたいなんです。 GS といえばおっちゃんの最終形態たどり着く場所って噂では聞いたことあるんですけど、車高高いのかなと思いきやそんなこともなく、いやキャンプとか長旅行くならめっちゃぴったりですよね。いっぱいパニアつけれそうだし。よし、またがります。おー、重たいかなって思ったけどなんとかいけました。今これ N ついてると思うんですけど、ブレーキをかけながら足でシフトをダウンします。そしたら 1M って書いてるんですけど、これマニュアルの1速ですよっていう意味なんですね。で、ここのハンドルの DM、 このボタンを操作すると押します。 D1 に変わりましたね。これドライブの D なんですけど、これでオートマの操作に切り替わりました。もう一度押すと M。 じゃあちょっといろんなモードで走りたいと思うんですけど、このマニュアルのバイクでオートマに走るっていうのがちょっと想像つかないので、今からこのオートマで走っていきたいなと思います。行ってきます。よいしょ。今 D1 ですよね。さすが BMW、 いろんなボタンがハンドル周りについてる。よし、加速していきます。お、見ました？今私左手の操作何もしてないんですよ。4速まで勝手に上がりましたよ。すごい。5速自動で上がっていくんですね。シフトアップ。そして気になる GS の乗り心地、いや楽だないやこれは確かに楽だ。このハンドルカバーがついてるからか手も全然冷たくならないですね。あとこの風防超立派。これはやっぱ長旅向きですね。あ、間違って操作しちゃった。ほら見て、一速に勝手に落ちるんですよ。で、今みたいな走り出し、なんとシフト操作、シフトレバー操作いらないからエンストもしない。もはや怖いですもんね。ほら何もしてない。で、待ってる間もシフトレバーをずっと引いとかなくていいんですよね。車のオートマと違って、私ブレーキレバーも
右足もブレーキ踏んでないんですけど一足で進まないですね。なんて楽なんだ。さあ行くよ。オートマのモードでこの東京ゲートブリッジをね往復したいと思いますよ。橋の上でも風は強いんですけど、やっぱどっしりしてる分全然安定感が違いますね。お、5速に落ちました。前の車が詰まってきたからかな。4速ですね。なんかこの ASA のオートマのモード、シフトチェンジの先生してくれてるみたいな感じです。ちゃんとシフトがアップダウンする音がするんですよね。どれぐらいになったらどれぐらいのパワーでシフトを下げるのか上げるのかっていうのを教えてくれてるような感覚。教習車とかにいいんじゃないか一番最初の練習に。だからオートマで楽さも取り入れたいけど、シフトチェンジの音感だったり、あと、マニュアル操作にも切り替えられるので、そういったマニュアル操作も引き続き楽しみたいし、捨てられないけど楽さも欲しい、ビッグスクーターに乗り換えるのはなみたいな方にめちゃくちゃぴったりなバイクなんじゃないですかね。はい、じゃあここで今ちょっと車来てないのでモードを切り替えてマニュアルにしてみました。じゃあ行きたいと思います。レッツゴー。マニュアル操作にして一足のまま今引っ張って二足。分かった左手の操作今何もしてないんですよ。足だけ。いきます。なんか癖で触っちゃう今3速です。4速上げますね。おー、ほら触ってないでしょ。てか私何気に東京ゲートブリッジ走るの昨日が初めてなんですよ。いや、そもそも私東京に住んでないので東京ツーリングすることなんかもうめったにないから毎回ウキウキするんですけど、嬉しい。右手にだってスカイツリーですよ。通天閣とはちげえよし、ちょっと5速に上げてみます。簡単ですね。前に試乗した R1290 はシフトレバーはあるし、結局最後の停止と発進の時はシフト操作が必要になるんですよ。だし渋滞の時とかは結局半クラとかが必要になるので、逆にその3速4速5速6速ぐらいまでその辺の速度域でシフトを変える時は本当クイックシフターを使ってもガクンってならないんですけど、1速から2速に上げる時とか3速ぐらいまではなかなかクイックシフターでシフトを上げてしまうとガックンってなるイメージがありましたけど、今回のこの ASA のマニュアルモードは全くガクンってならないんですね。いや、すごい。シフト下げるときは若干ガクンってなったのかな。いや、そんなこともないか。そしてやばくない？シフトないのよ。演出しないんだ。で、このままニュートラルにじゃあどうやって入れるのって言ったら、左足でシフト長押しすればニュートラルになるんだって。はい、続いて試乗させていただくのがこちら R1300RS になります。この色合いめっちゃかっこいい。なんかグレーって最近車バイク界隈では人気らしくて、でそこにこのレモンイエローが刺さってるのが私的にめちゃくちゃツボですね。パッと見で一番可愛いしおしゃれだなって思いました。であとこれがオプション719っていうオプションがついてるモデルみたいで、
こういったところだったり、このエンジンのところですねにアルミの削り出しでおしゃれに飾られてるんですって。あと大きな違いはじゃん、このホイールです。このホイールめっちゃかっこいいですよね。これ鍛造ホイールになるんですって。鍛造ホイールってめっちゃかっこいい高いやつ、なんかこの星みたいな感じがすごくおしゃれです。これはねオプションつけちゃいそうけど、まあまあ高いらしいですよ。噂によると20何万だとかでやっぱこの特徴のボクサーエンジンですよね。もう立ちこけしたら終わりのボクサーエンジン。こちらはさっきの GS と違ってなんか顔周りはすごいスッキリですね。この風防もそこまで高くはないし、この R1300 シリーズ搭載されてるこの ASA は同じく RS にももちろんそのシリーズで選べることができます。ここにある通り DM でオートマチックモードとマニュアルモード選べることができます。あと足つきもやっぱり GS と比べると全然足つきはいいです。私167センチなんですけど、この R1300GS も引き起こしもできましたし、足つきも不安はない程度でした。じゃあちょっと今からこの R1300RS を試乗させてもらいに行きたいと思います。よろしくね、相棒。はい、じゃあ今から R1300RS 乗っていきたいと思います。よいしょー。じゃあ今マニュアルになってるんですけど、モードを切り替えてオートマで走りたいと思います。行きまーす。おー、スタイルがさっきのね GS と全然違うわ。前傾がいいわ。同じくこんなスポーツスタイルのバイクでもぐんぐん上がっていきますね。今 D3 って書いてるのはオートマの3速、今2速になりました。で左はやっぱりクラッチレバーがないんですよ。待って、お尻があったかいお尻があったかいぞ。やばい、お尻があったかい感動してる。あったかい。冬これずっと乗れそう。はい、一足に落ちましたね。で半クラとかなくアクセル操作だけで運転できちゃいます。じゃあここから東京ゲートブリッジを渡っていこうと思います。今はオートマモードです。行くよー。4速になりましたね。あー、風が強い。風が強い。さっき乗った GS と乗り比べた感想を言うと、やっぱ私が好きなのはこの前傾のスポーツスタイル。落ち着きますね。足の位置とか前傾の感じが、やっぱバイク乗ってんなっていう感じがしてウキウキ嬉しい気持ちになる。でもう GS はもうなんかお父さん安心していろんなところに連れてってくれるような感じがしますね、お父さんは。 GS も R1300GSA っていうのがあって、アドベンチャーっていうモデルもあるんですよ。そのモデル私乗ってはないんですけど、まあめちゃくちゃさらになんか車格がでかくて、通常のGS と GSA でどこがどう違うのか
まだ聞けてないのでわからないんですけど、パッと見でもう大きさが全然違うんですよね。でちょっと乗るのは怖いなっていうことで、さっきちょっと引き起こしだけやってみたんですけど、なんとかできました。私でも足もついたし、乗れないことはないなっていう感じだけど、不安がつきまとうぐらいのサイズではありますね。さて、ではこの一旦停止で今の間にモード切り替えをします。タラン、変わりました。一足の M マニュアルモードです。今はマニュアルなのにクラッチも操作してないですよ。ブレーキだけ一応踏んでるかな。これね、開けると別に開けても大丈夫だ。大丈夫。よし、行きます。マニュアルモードなので自分で上げましたよ。今シフト3速4速、よし5速まで上げました。今気づいたんですけど、ここのミラー見ててください。横にね車がいると、イコール車線変更ができないタイミング、障害物がいたりすると光るんですよね。こうやってやばくないですか。これ真横にいる時から若干後ろにかけて今光ってるなって気づいたの分かります？サイドミラーってよく両サイド斜め後ろが四角になるじゃないですか。その四角になってる車がいるよっていうのを教えてくれるインジケーターみたいですね。いやー、さすが高級会社だ。最近車にもよく新車だったり外車だったりついてると思うんですけど、それがこのバイクにも搭載されてるっていうのが本当にすごい。最新機能がもうどんどん搭載されてますね、 BM のバイクは。さあ3速から2速1速まで落としました。はい。でもしニュートラルに入れるなら左足でじーっと押すとニュートラルに入ります。ニュートラルに入れずに一足の状態でサイドスタンドを下ろすとパーキングっていうモードに入るので、そのパーキングの状態だとバイクを前後に取り回すことができない状態になってしまうので、あと坂道の時の駐車だったりするとあえてそのパーキングの状態、通常のバイクでいうとマニュアルの一足の状態でサイドスタンドを立てる方が安心ですね。はい、じゃあマニュアル一足にして出発します。はい、ということで会場に帰ってきました。 R1300RS と R1300GS ちょっと今ここにはないですが試乗させていただきました。いやー、初めての ASA システム搭載されたバイク、すごく便利でしたね。なんかバイクのマニュアル操作感も楽しみたいけどちょっとチートして楽したい、そんな時に一番ぴったりのバイクなんじゃないかなと私は思います。それでは最後までこちらの動画をご覧いただいた皆さんありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ、アンチョビでした。